極端流 VDM チャンネル始まるよ。や、みんな元気かな？今回の極端流 VDM チャンネルは、HTTP の向こうに VDM ということで、ビエナトークの Webly Walkthrough というツールを使って、このカウンターを動かしてみるよ。VDM でカウンターを書いて動かすのはもうやった。VDM で UI プロトタイプを動かすのももうやった。甘いね、チミー。今は Web アプリの時代だよ。ネイティブアプリだって大事なところは Web API で動いてるんだよ。極端流はもっとエクストリームに行くんだよ。VDM をそのまま Web API にするんだよ。意味わからん。まずは、カウンターを再復習してみよう。日本語での説明はこんな感じだったね。そして、これが、VDM での定義。カウントという状態がある。これは自然数。リセットでカウントを0にする。クリックでカウントに1を足す。そして、小でカウントの値を返す。このカウンターと Web を変形合体させるんだ。ほい。この VDM のカウンターを Web API として公開しちゃおう。Webly Walkthrough なら可能だ。どうやるのか見てみよう。まず、ビエナトークを立ち上げて、Webly Walkthrough を開こう。これが Webly Walkthrough だ。見た感じ、VDM ブラウザーと似てるね。実は、ちょっと前のバージョンの VDM ブラウザを流用しているんだ。まずは VDM で書いたカウンターを読み込もう。左側のモジュールリストでメニューを出して、New and Load を選ぶ。開いたファイルダイアログで、エクストリームカウンターディレクトリのカウンター .vdmsl を選ぶ。すると、いつものカウンターが読み込まれる。ワークスペースで動かしてみよう。クリックを呼び出すと、カウントの値が1増える。リセットを呼び出すと、カウントの値が0になる。そして、小を呼び出すと、カウントの値が返ってくる。これを Web API として公開して、Web 経由で動かせるようにしよう。ではまず、Web API と書いてあるタブを選ぶよ。下の方に、8087という数字と、パブリッシュというボタンがあるね。パブリッシュボタンを押してみよう。ポチッとな。お前はもう、公開されている。と言っても、世界中からアクセスされるわけではなくて、ローカルホストにだけ公開されているんだけどね。試しに、ウェブブラウザからアクセスしてみよう。HTTP のローカルホストの8087番のカウンターのクリック、塗る。Webly Walkthroughのワークスペースを見てみよう。カウントの値が1になってる。もう一度アクセス。2になってる。100は、動いたぜ。では、URL のクリックのところをリセットにしてみる。0になった。今度は小だ。ちゃんと数が返ってきた。こんな風にブラウザで URL を叩いてもピンとこないかな。じゃあ、この Web API を使った簡単な HTML ページを書いてみよう。Webly Walkthrough の HTML タブを開いて、ざっくりとカウント表示とクリックボタンとリセットボタンを配置するよ。JavaScript でさっきの URL を叩くよ。これは極端流 JavaScript チャンネルじゃないから。細かい説明は省略するね。さあ、
これで Web ブラウザから、ローカルホストの8087番を開いてみよう。はいはい、こんな感じ。ミニマリストだね。クリックを押すと、1増える。リセットを押すと、0になる。なんとなく、動いてるっぽいね。100行為。作戦大成功。というわけで、今日は VDM を Web API にして Web ページを動かしてみた。今回は、これでおしまい。楽しんでもらえたかな？次回の極端流 VDM チャンネルは、このドキュメント、動くぞ。ということで VDM で書いた仕様を使って、設計ドキュメント自体を動かしちゃうぞ。極端流 VDM がチャンネル。次回をお楽しみに。